ァンディングは配信者なら活用すべき盛り上げあるイベントでしたね。失敗するから緊張した吊り橋効果で盛り上がる。オール・オア・ナッシング方式とオール・イン方式があって、オール・オア・ナッシング方式とは目標金額を達成した場合のみ支援金を受け取れる仕組みなんですね。目標金額を超えれば超過分もらえるし、達成しなかったらゼロ。イベントでシェアされて熱狂が生まれる。そういうことなんですよ。今回の話は成功するクラウドファンディングの構成、大枠と細部に分けることができる。これをご教授ください。よかろう。大枠、手数料と消費税。このクラウドファンディングのプラットフォーム、手数料がかかるんですよ。やられましたわ。どのくらいの手数料なんです？ 20% です。かつ 20% 上乗せした消費税が課税されます。目減りすることを考慮します。しかも、すぐに銀行に振り込まれないので、そこは自身で確認してください。実務的な部分は私自身が確認するんですね。なぜ 20% 手数料のプラットフォームを使うと思いますか？それはプロジェクト何%達成中とか表示されるので盛り上がりますよね。クラウドファンディングで有名なのはキャンプファイヤーで、そこのリンクを送り拡散されやすいのでしょうね。プロジェクト予算の 20% 手数料が上乗せされるからうん万円。次タイトルに行きます。大枠その2タイトル。タイトル、明快に読み手に伝える必要があります。例えば VTuber 育成スタジオを作るだけだと連想できないですね。それが一体どんな未来になるの？皆さん自身が YouTube 収益化して好きなことして稼げる未来って感じなんですよ。未来像を描くのがポイントですね。先ほど言った池をきれいにしたい。これは子供たちが遊ぶ姿を見てみたい。こんなのが見本です。池のゴミを収集につき、何が起きるの？って共感できないわけなんですよ。子供たちが遊んでるのか、その地元に綺麗な池、そんな景色が見れるのか、じゃあ見てみたい。この一行に集約するんですよ。結構難しいですよね。自分ではそれがいい未来だとしても、他人もいい未来だと感じてくれるか？クラウドファンディングサイトでタイトルを見比べる必要がありますね。大枠3つ目、リターン。来ましたよ。何がもらえるの？これなんですよね。リターンをいくつ配置するか？ここも大事なんですよ。例えばキャラクター関係でマグカップを得点にしたら結構大変な目にあったんですよ。郵便ポストで厚さ 3cm を超すので郵送費がかかるんですよ。それに加え制作費用もかかるのでローコストだけど人が喜ぶものが望ましいんです。なので私の3面図、圧縮なしオリジナルデータとか在庫と生産費に縛られない特典が好ましいでしょうね。なるほど。郵送費はかからないし放出的ですね。マグカップが届くよりは劣化なしのデータで眺めたいが、とかローコストでどんなリターンを提示しているのか、他のクラファンの研究が必要なんですよ。成功しているクラウドファンディングではどんなリターンを出しているのでしょうか？ふるさと納税と同じですね。返礼品が美味しかったあれですよ。税金の払い方を変えるだけで返礼品がもらえるバグ制度ですね。税金を納めたらリターンがある。これは参考になります。魅力的な商品が取り上げられる一方、微妙な欲しくない商品を出す市町村もありましたね。このリターンの研究が重要です。ここテストに出ます。リターンを雑に行ってしまうと必ず失敗することになります。これは良いプロジェクトだ。しかし支援したくないな。そうなってしまうんですよね。ポイントは個人の最大を引き出す。はい。どういうことなのでしょうか？一定の金額を全員から集める。そうじゃないんですよ。500円の少額しか支援できない人もいれば、15万円出せる人もいるんです。ここが理解できているかどうかなんですよね。応援したい気持ちのグレードや、お財布の余裕は個人によって異なります。だとしたら、この個人が
一番出したいという気持ちにさせるんですね。俺15万円出したいのに500円しか出せない特別扱いしてほしい。逆に、15万円のリターンしかなければ、5000円の人は全然満足ができませんね。参加できなくてごめんなさい、500円しか持ってないんですよ。こうなるわけですね。なので、その個人の最大限を引き出すために、複数のリターンを並べるんだという、この概念が成功するクラウドでは、必要なんです。大枠3をまとめると、クラウドファンディングは、参加する人は様々です。熱狂を埋めるか？このお客様目線。私の夢に協力して。実際は、自分のことしか考えていないと、集まらないんですね。大枠の1目標金額にタイトル、3リターン、3つの構成が大事な勉強でした。残り細部を仕上げると成功確率を 30% から 60% に上げたりできますから。次の章に行きましょう。細部、4概要説明、5画像、動画、6PR、大枠が共感できたら、仕上げに細部を学びます。概要説明、これを永遠とわけのわからないことを書いてあったら怒りますよね。かつて私は、熊本県に住んでいたことがある。近くのコンビニが3区以上離れた田舎だ。それ何の話ですか？中身と未来を簡潔に書く。4概要説明。例え話をしますよ。なぜ、ボーカロイドを作るのか？それは、東北を支援するキャラクターを作りたいからだ。今流行っていて、若者にも非常に人気があるからだ。ここで、理由と中身がありますね。このボーカロイドは、ずんだ餅がイメージでこんなに可愛いと、画像もある。声はこんなのがイメージです。そして、これができたら、未来ですね。いろんな東北の企業さんが使うことでいろんな企業がテーマ曲を作れますと、簡単に音楽を作ることができるんです。同じコンセプトのトークを応援するということで、いろんな音楽が作られることになりますね。簡単にこのボーカロイドを、いろんな企業がテーマ曲作りに作れるという未来で、東北が元気になる。というそういうビジョンが見えるのです。わかりやすいですよね。こういう、なぜ、そのプロジェクトをやるんだ。それはどのようにやるんだ。そしたら、どういう未来が見えてくるんだ。っていうのを、パンパンパンと簡潔に書く。これが必要なんですね。これが侮れない部分です。画像と動画を入れる。動画を入れてくださいね。本もね、びっしり文字が書いてあると、ちょっと敬遠しますよね。挿絵が添えていると、読みやすくなる漫画だったらなおのこといいと。そういうね、画像の力がありますので、その概要欄の説明のところにもですね、画像がパンパンパンとね差し込んであったら、いいわけじゃないですか。東北の人たちのね、笑顔とかね。そしてズズンコのビジュアルね。もうあとはわかりやすいですよね、はい。そしてこれ。動画、それをやろうとしてる。皆さん聞いてください。僕は東北で生まれました。この町で育ちました。今はこんなことなっている。東北をもっと盛り上げたいと思うんです。僕は今までこんなことでボーカロイドのソフトを作って、いろんな音楽を作ってきたんですけど、それを今度は東北のために使いたいですね。そういう気持ちが乗るとですね、それが、また、こうちゃんと編集されてると、お丁寧に作ってるんだな、本気なんだな。この画像を載せたり、動画を作ったりするのって、手間なのはみんな感じるんですよ。手間をかけていることに、本気度や丁寧さが伝わるんです。とにかく、魔法の仕組みではないんです。クラウドファンディングはやれば、立ち上げれば、お金が集まる魔法の仕組みじゃないから、そこを理解する。本気と丁寧さをきちんと伝える。動画は、特に成功を分ける、ファクターになりそうですね。50万円以上集める場合は必須なんですよ。大した金額でなければ、まあ、出そうかってなりますけど、大きい金額は出しませんからね。これは大きいリターンがあるなって時は、動画があると成功確率は飛躍的に上がるようです。動画がない時の成功率は 30% でした。動画ありの成功確率は 50%。私たちも動画作りましょう。PR クラファン始まったよ、プラットフォームに投げて終わり。とか失敗フラグ。全身全霊をかけて PR しろよ。
ニュースになるポイントは3回あるんです。1クラファン始まりました。2資金調達に成功。2つは予想できましたが、3個目は何ですか？それは、3クラファンを実行したとき、みんなのおかげで、LINE スタンプのプロのイラストレーターに依頼できます。盛り上がるんですよ。これが、一つの企業や銀行だけなら、盛り上がりに欠けます。集まったお金で夢を叶える。これにより拡散していく。なるほど。知り合いにもお願いしてください。お金をくださいって、知り合いには言いにくいですが、自信のあるプロジェクトで役に立つと思うなら、人にお願いできますよね。はい。それくらい本気で考えないと、成功しませんよ。イベントを開催して、ぜひよかったら会うたびに説明する。もう政治家の意気込みなんですよ。お金を銀行や企業から集めるのは、もっと大変なんですよ。だから個人で集めるには、クラウドファンディングという、インターネットの仕組みが生きるんです。でも、やっぱり簡単じゃないんです。支援される大枠と細部がある。これらを作り込むのが分かりました。どこも手を抜けないんですね。大変ですね。クラウドファンディング構成、大枠と細部の構成、まとめ。資金調達の基本は、大枠と細部で構成される。1、目標金額。個人の応援が最大限引き出せるように、価格プランを3段階以上に分ける必要ですね。実演のプロテストでクラウドファンディングの練習も条件です。プラットフォームの手数料と国の消費税を考慮して目標金額の設定。2タイトルは明快に読み手に伝える。しかも未来が想像できるような文章。3リターン、ローコストで付加価値の高いものを選定する必要があります。VTuber はバーチャルなのでデータ販売には相性がいいんですよね。物理的にファンに渡す場合はポストに入る梱包企画か超高額に限定した放題言わね。細部4概要説明。中身と未来を連想できる文章に仕上げましょう。5、画像と動画を入れる。文章ギチギチに書き込まれていると読みたくないよね。より高額な商品になるほど動画の作成は必須です。動画があると 20% 成功確率が向上します。話題になる時期は3回あって、クラファン開始時、資金調達成功時、そして3つ目は集めた資金で執行するとき。この段階では出資してくれたファンも宣伝してくれましたね。自身のプロジェクトなので、知り合いにも紹介してくださいね。以上がまとめです。クラウドファンディングについて成功するか不安だったけど、成功例を観察すると私たちにもできそうな気がしてきた。次回の第3章で完結するから来週、すっきりしてください。もちろん、実践して努力は報われるので、夢で終わらさず、ファンと一緒に実現させましょう。次回予告。成功確率を 94% に引き上げる。からくりを解き明かします。いよいよですね、最後。私たちも挑戦しないと。1、応募期間。2、少額と超高額。3、初速 20%。20% 目標金額を超えると、失敗は 17% の意味なんですよ。成功例の確認キングコングせーの。私をニューヨークに連れてって。その確認も実施していきます。皆さんもできる。私たちもできる。ご観覧ありがとうございました。